こんにちは、月くんと申します。今日はいつもと違った感じの動画になっていて、いつもは解説動画ですとか、ランキング系の動画とかいろいろやってるんですけど、今日は私、月くんが、ウルトラファンを30年やってきて、言われて傷ついた言葉3選という、どこに需要があるんだという動画になっています。個人的には別に自分の好きなものを他人に否定されても、けなされても、全く腹が立ったりするタイプではないですので、腹が立ったというよりかは、メンタルブレイクした言葉3選といった感じです。この動画で皆さんにお伝えしたいことが3つほどあって、1つ目は今はすごくいい時代になったよということと、もう1つは、同じような経験をした方、仲間がいますよということと、同じような経験をした方の話も聞かせてくださいということの以上3つですね。いつもよりも結構ダラダラ喋るかもしれないですけど、最後までお付き合いいただけると今日は特に嬉しいです。はい、ではまず1つ目は、幼稚園の年長か小学校の1年生ぐらいの時に、近所に住んでた2つ上の原田くんという子に言われた言葉です。なんか近所の子供たち 4,5 人で遊ぶみたいな流れになんとなくなって、その中で原田くんが一番年上だったんで、なんとなく原田くんの指示に従ってみんなで遊ぶみたいな流れになって、最初はみんなで鬼ごっこしたりして遊んでたんですけど、そのうち疲れたり飽きたりして、なんかもうこの中の誰かん家行って遊ぼうぜみたいな流れになったんですよ。でその時に、原田くんが一人一人聞いていくわけですよ。おい、お前ん家行こうぜみたいな。それで一人、その日たまたまみんなこういろんな事情があって、いや今日はちょっとお姉ちゃんの友達が来てるからちょっと今日は無理だとか、今日はちょっと親に友達呼んじゃダメって言われたんだよねとか、そういう感じで断ってみたいな感じになって、最後に月くんの方に順番が回ってきたんですよ。でその時に「お前ん家行ってもウルトラマンの人形を見せられるだけだから遊ばないわ」って言われたんですよね。しかも月くん以外のみんなは「お前ん家は?」って聞かれた後に答える権利があったんですけど、月くんがなくて「お前んちは無理です、お前んちは無理です、お前んちはウルトラマンの人形を見せられるだけだから」みたいな発言権なし、かろうじて「あっ」って言っただけでした。いやー辛かったですね。ソフビじゃなくて人形って言われてるのもメンタルブレイクポイント高くないですか。しかもその原田くんっていう子がほとんど遊んだことなかったんで、月くんハウスにも来たことないと思うんですよ。それなのにそういうことを言われたってことは、原田くん以外の誰かが陰で同じようなことを言ってるんだろうなっていうことが予想できたわけですよ。いろいろ悟ってその日は泣いて帰りました。それ以降はね、ウルトラマンって一人で遊ぶものなんだっていろいろ悟って、もともと性格悪くて友達そんなにいなかったんで、一人でねソフビで遊ぶ日々でしたね。今思えば原田くんも当時小学校2年生とか3年生とかですから、全然子供だししょうがないなと思うし、しかもなんかその年下にマウント取りたいみたいなのあるじゃないですか、絶対ちっちゃい時って。俺はもうそういうの卒業してるぜみたいな、ね、そういうのがあったんでしょうね、きっと。もしかしたら超時空の広志少年みたいに現役バリバリのウルトラファンだったかもしれないですしね。2つ目は、これはっきりとは時期覚えてないんですけど、多分小学校の高学年ぐらいだったと思うんですけど、それぐらいになってもね、相変わらずバリバリのウルトラファンというか、主に怪獣ですね、怪獣のファンだったんですけど、あまりに好きすぎて、小学校の高学年になっても毎晩ソフビと一緒に寝てたんですよね。小学校の高学年にもなってそんなことしてるのは我ながらどうかとは思うんですけど、そんな子供だったんですよ。で常日頃から両親にはそういうのはもういい加減卒業しなさいみたいな感じで口酸っぱく言われ続けてたんですけど、やめなさいって言われても好きだからしょうがないじゃないですか。やめないですよね、だから。でそんな日々が続いてたある日、両親に呼び出されたんですよね。ちょっと来なさい、話がありますみたいな感じで。で両親が、待ってる部屋に行ったら、なんか父が結構深刻な顔でちょっと話があるみたいな感じで、父が「お前が毎晩一緒に寝ているソフビは長時間吸い続けると人体にとって有害な物質が含まれている。だからやめなさい」って言うんですよ。これマジっすからね。いやどんな嘘やねんって今だったら思うんですけど、でも当時は小学生でしたし、あと父が科学の教員なんですよ。だからちょっと妙な説得力があってちょっと信じちゃったんですよ、その時は。で
マジってなって、かわいそうにね、純粋な少年月くんをね、泣く泣くその日は祖父母と寝ずにね、寝たんですよ。でもさすがにその日こうやって寝て、いやいやいや、そんなわけないやん、そんな危ないもんが売られてるわけないやんってさすがに一晩で気づいて、その次の日は余裕で天ぷら星人と一緒に寝たんですけど、で嘘って気づいたから父の深刻そうな演技にしてる顔とか、横でせやでみたいな顔して立ってる母の顔とか思い出して、すげえ腹立ってきて、わけわかんない嘘つかれたこともなんかそこまでしてウルトラをなんか卒業してほしいって思われてることに当時はすごく傷ついてショックでしたね。今になって思うと、子供のことを思っての行動でしょうし、別に嫌がらせとかじゃなくてね、子供のことを思っての行動でしょうしね、なんかそれが原因でいじめられたりとか、そういうことに発展したら嫌だなっていう親心だったんでしょうけどね、今思えばそういうふうに思えるんですけど、にしても祖父母に人体に有害な成分が含まれているって嘘の癖強すぎですよね。はい、最後はまたちょっと時間が遡って小学校の 1,2 年生の頃の話なんですけど、1つ目と2つ目の話に関しては、原田くんもね当時小学校 2,3 年生の子供だし、年下にマウント取りたいっていう気持ちもちょっとわかるし、あと2つ目のね、親の話でも親心だったんだなっていう納得はねできるんですよ、1つ目も2つ目も。けどこの3つ目の話は正直ちょっとだけ根に持ってます。うちの地元の学校だけなのかもしれないですけど、なんか小学校低学年の時になんかクラスメイト全員が各々が自分の宝物を学校に持ってきてそれを紹介するみたいな授業があったんですよ。なんかその日だけは、みんなゲームとかおもちゃとか持ってきてよくて学校に。で一人一人前に出てそれを紹介するみたいな授業があって、当然ね私ゲス君はもちろん祖父ですよね。ウルトラマンというか怪獣の祖父ですよ。で当時は多分おじいちゃんに買ってもらったムカデンダーとロンですよ。ムカデンダーとロンをドヤ顔で持っていったんですよね。バカにされましたね。表だってあれこれ言われることはないですけど、その場の空気ですよね。なんかしらけた空気というか。でも小学校の低学年ですよ。低学年でそんなバカにされます？なんか中学校とか高校まで行って、祖父母紹介してたら、まだそういう空気になるのもまだ分からなくはないんですけど、小学校低学年でそんなバカにされます？ウルトラマンうちの地元にどんだけハマってないねんと思うんですけど、地域の問題なのか時代の問題なのかシンプルに嫌われてただけなのか、チョイスした怪獣がマイナーだったからなのか分かんないですけど、すんごいバカにされましたね。とにかくね、あの日のしらけた空気だけはおそらく一生忘れることはないですね。もう完全にエレベーターの中でおならしちゃった人に対する視線でしたからね。もう哀れみと蔑みの視線ですよね。でも言っても少年月くんはね、それは多少あるかもなって想定してたんですよ。別に自分が好きだからといって別にみんなに好きになってほしいとも思ってないし、別に自分が好きでみんなが好きじゃなくても別に自分は自分って当時から思ってましたから、それは結構想定内だったんですよ。でも一番ショックだったのは担任の先生が誰よりも一番バカにしてたんですよ。怪獣ねみたいな。それは結構想定外で、いや担任の先生は全員の味方じゃないのっていうところがすごいショックでしたね。ムカデンダーとロンをね買ってくれたおじいちゃんにね、すごいなんか申し訳ない気持ちになって、その日は枕をね濡らしましたよね。正直これは少し根に持ってます。でもね、多分少年月くんが、日頃から担任の先生に多分めちゃくちゃ迷惑かけてたんでしょうね。だからきっと塩対応されたんだろうなと思ってます。こんな風に30年間ウルトラファンをやってきて、言われて傷ついたこととか、なんかそういう言動ですよね。傷ついた言動を3つ紹介してきましたけど、正直まだまだあるんですけど、印象に残ったのを3つチョイスしました。小学校の高学年ぐらいから高校生ぐらいまで本当にもうなんか隠れキリシタンみたいな感じでウルトラファンを続けてきてたんですけど、本当に自分ぐらいの年代でも
それぐらいの思いしてるんで、もっと上の方たちとかどういう感じだったのかっていうのをすごい聞きたいっていうのと、コメントで教えてほしいんですけど、聞きたいっていうのと、それと同時にやっぱり今はすごくいい時代になったなっていうのがすごくね、ツイッターとかね、ネットでね、検索すれば仲間がいっぱいいますから、すごくいい時代になったなと思います。だからもしね、小学生とか中学生とか、高校生の方で嫌な思いしたとかしてるっていう方はね、もう月君含めておじさんの仲間もいっぱいいますし、同年代の仲間もいっぱいいますし、ね、胸を張ってウルトラファンをやっていきましょう。もしね、そういう辛い思いしている方がね、知り合いにいるという方は、この動画の URL を貼って送りつけて励ましてください。そしてね、そういう過去があったからこそね、皆さんの、日頃のコメントが本当に嬉しいです。ガチのマジで、コメントのおかげで続けてこれだと思ってます。これからもね、できる限り頑張っていきますのでよろしくお願いします。今日はムカデンダーとロンと一緒に寝たいと思います。それではさよなら。次から普通の投稿します。